夏の風が心地よい7月の青空が広がっていた。県立北高の校門には正門来福という大きな看板が掲げられている。今年の学園祭のテーマだ。なんとか間に合わせなきゃ。美穂は学園祭の実行委員の腕章をつけ、校庭を忙しく走り回っていた。美穂、少しは落ち着いたらどうだ？そんなに急がなくても準備は順調だよ。背後から声をかけてきたのは同じく実行委員の翔太だ。慌てすぎだよ。彼は少し呆れたような顔で笑っている。美穂は翔太の姿を見ると心臓が大きく跳ね上がるのを感じた。だってもうすぐ開門だよ。準備が間に合わなかったらせっかくの学園祭が台無しになっちゃうじゃん。美穂はそう言って手元のリストを力強く握りしめた。大丈夫だよ。きっとうまくいくよ。翔太は美穂の手からリストを優しく取り上げた。翔太の言葉に美穂の顔が熱くなる。美穂はうつむきながら小さくうなずいた。校舎の1階、家庭科室。美穂と翔太は自分たちのクラスの出し物である北高特製お好み焼き屋の準備に顔を出した。重い鉄板を運ぼうとした美穂の手がバランスを崩して滑りそうになる。危ない。翔太が間一髪で鉄板を支えた。二人の顔がすぐ近くになる。翔太の清潔感のある香水の匂いがして美穂は思わず息を止めた。ありがとう。本当にごめんね。私がしっかりしないと。気をつけろよ。怪我をしたらせっかくの学園祭が台無しだ。翔太はそのまま鉄板をコンロの上にセットし始めた。カチッという点火の音が家庭科室に響く。その作業風景があまりにかっこよくて美穂はつい見とれてしまった。どうした？顔が赤いよ。翔太がふと顔を上げて目が合う。翔太に見つめられて美穂は今度こそパニックになった。なんでもないよ。翔太がかっこいいなって思っただけ。美穂は勢いでそう言った。自分で驚いて顔が真っ赤になる。翔太は一瞬驚いた顔をしたが、すぐに照れたように笑った。そう言われるとちょっと恥ずかしいな。時間は正午を過ぎ、校庭はたくさんの人でにぎわっていた。焼きそばの香ばしい匂いと放送部が流す大音量の音楽が混ざり合っている。いらっしゃいませ。北高自慢のふっくらお好み焼き、いかがですか？笑顔になれる味ですよ。美穂は北高特製お好み焼き屋の呼び込みをしていた。わあ、お好み焼き屋さんだ。美穂の元気な呼びかけに通りがかりの家族連れが足を止める。美穂は手慣れた様子で鉄板の上で生地をひっくり返した。はい、熱々ですから気をつけてくださいね。パチパチとソースがはじける音とともにいい香りが立ち込める。それを見ていた翔太が後ろから冷えたお茶を差し出した。お疲れ様。少し休憩しないか？今の接客すごく良かったよ。うん、ありがとう。喉が渇いていたんだ。二人は家庭科室の隅のテーブルに座った。今日の美穂すごく楽しそうだな。見ているこっちまで明るい気持ちになるよ。美穂は冷たいお茶を一口飲んだ。そうかな。だって翔太と一緒に準備できてすごく嬉しいから。美穂ははにかみながら言った。翔太は少しだけ視線をそらし、照れ隠しのように喉を鳴らした。ガッシャーン。午後2時、予期せぬハプニングが発生した。お好み焼きの特製ソースを運んでいた男子生徒が転んでしまったのだ。ソースの入った容器は宙を舞い、中身が床一面にぶちまけられた。さらにその拍子に小麦粉の袋も破裂し、廊下は真っ白な粉とソースの茶色いシミでとんでもない光景になっていた。嘘、ソースが全部なくなっちゃった。美穂は真っ青になって立ち尽くした。翔太も呆然と汚れた廊下を見つめている。どうしよう。これがないとお好み焼きの味付けができない。時間が迫る中、買いに行く暇はない。
美穂の目から涙があふれそうになる。美穂、今年の学園祭のテーマは正門来福だぞ。笑っていこうぜ。翔太が美穂の肩をポンと叩いた。見ろよ、この現代アートのような廊下を。翔太に言われて美穂は廊下をもう一度見たが、ソースも小麦粉もめちゃくちゃで本当に現代アートのようだった。本当だ、現代アートみたいだね。美穂は笑っていると自分の緊張が解けるのを感じた。するとふとアイディアが浮かんだ。ねえ、ソースがないなら新しい味を作ればいいんじゃない？ケチャップとマヨネーズを混ぜてチーズを乗せてみるのはどう？それだ、まかないチーズお好み焼きとして出そう。2人は急いでメニューを書き換え、新メニューを考案した。その結果、そのとろけるチーズの味は生徒たちの間で評判になり、長蛇の列ができるほどの大盛況となった。笑う角には福来たる、まさにその通りだった。さっきは焦ったけど結果オーライだったね。場所は変わり、図書室の裏の静かな中庭。ハプニングを乗り越えた2人は少し静かな場所で一息ついていた。あんなに笑ったのは久しぶりだ。やっぱり美穂と一緒にいると何が起きても楽しいな。美穂はベンチに座った。翔太はそれを眺めながら言った。美穂はさ、将来どんな大人になりたいんだ？翔太は少し真剣な顔で美穂を見つめた。美穂の鼓動が速くなる。私は人を笑顔にする仕事がしたいな。今日みたいに美味しいものを食べてもらって幸せな瞬間を支えられるような大人になりたい。美穂の言葉を聞いた翔太は満足そうにうなずいた。美穂ならきっと素敵な大人になれるよ。今のままでも十分周りを照らしているから。突然の褒め言葉に美穂は言葉を失った。夕方になり、学園祭のフィナーレの準備が始まった。体育館は熱気に包まれている。会場では生徒たちが歌い合っている。壁を震わせるほどの大音量だ。美穂は途中でステージの裏に行き、暗闇に紛れた。心臓の鼓動がうるさい。美穂は翔太に告白するつもりだった。ここなら邪魔されないな。突然、暗闇から翔太の声がした。美穂は心臓が止まるかと思った。翔太、なんでここにいるの？美穂の問いかけに翔太はなぜか真剣な目で美穂を見つめた。あのさ、笑う角には福来たるって言うだろ。俺にとって美穂と一緒に笑い合える毎日こそが一番の幸せなんだ。美穂はその言葉に驚き、そして思わず泣いてしまった。俺は美穂が好きだ。ずっと俺と一緒にいてほしい。私も翔太のことが大好き。これからもずっと翔太と一緒に笑いたい。翔太は優しく美穂の手を握った。やった、よろしくな美穂。体育館の向こう側から大きな歓声と音楽が聞こえてくる。翔太の笑顔は今日のどの瞬間よりも輝いていた。フィナーレが終わる頃、校庭には満月が浮かんでいた。美穂と翔太は校門の外へ向かって歩いていた。提灯の明かりが2人の影を長く伸ばす。今日の学園祭、本当に楽しかったね。一生忘れられないよ。最高の一日だった。美穂のおかげだよ。また来年もこうして一緒に笑えるといいな。美穂は空を見上げていった。星がキラキラと瞬いている。もちろんだ。ずっとずっと笑い合っていよう。翔太は美穂の肩を優しく抱き寄せた。二人は並んで歩き出す。夜道を歩く二人の足音とお互いの楽しそうな笑い声が静かな住宅街に響き渡った。どんな時も笑っていればきっといいことがある。ハプニングだって笑い飛ばせば福に変わる。美穂はそう確信した。隣にいる翔太の手を
美穂はぎゅっと握り返した。夏の夜空の下、2人の未来はどこまでも明るく続いていく。笑い声に包まれた最高にハッピーな結末がそこには確かにあった。いつまでもずっとずっと2人の笑顔が絶えることはない。学園祭はここで終わりだけれど、2人の幸せはここからが本当の始まりなのだ。明日の朝、また新しい笑い声とともに新しい服がやってくることを美穂と翔太は知っていた。